どうも、ジョジョ TV です。本日はね、ちょっとフィギュアとか、そういう僕の趣味の、動画紹介ではなくて、僕の経験談の話をしたいなと思います。今、コロナウイルスで世界がすごい慌ただしくなってて、昨日、2月14日、沖縄でもね、感染者が一人確認されたということで、タクシー運転手だったかな。いや、沖縄には来るよって思ってたよ。観光業こんなね、だだ開きでこんな中国の方がいろいろ来るんで、間違いなくいずれ沖縄では誰かが発症するんじゃないかなと思ってたんだけど、来てしまったね。ということで、コロナウイルスとは関係ないんだけど、僕が中国に留学してた時の話を少ししようかなと思います。で、あれは確かね、2002年の話だったから、今2020年なんで18年前ぐらいですかね。で、当時はね、中国の学校だけど、日本人がいて、そこで一緒に勉強するっていう感じで、通学生って言ってね、学校の中の寮には住まずマンションの方に住んでて、そこから登校してたんだけど、授業が終わって下校するときに、帰りにいつもすごい賑わってた屋台ではないけど、家みたいな、コンテナみたいなところで、そこで、ヤンロウチュアンって言ってね、羊、肉、串って書いて、焼き鳥ならぬ羊串ですよ。行列のできるお店で、もうそこでみんなヤンロウチュアン1本、あの時は1元とか2元。1元2元がその時いくらなのかちょっとわかんない。テロップバッて出すんですけど、それを大体いつもね、10本とか15本ぐらい。注文して、山椒なのかなこの調味料。その店の入れるこの調味料が変わっててすごい美味しいんですよ。本当に並ぶんでめっちゃ。この札、ちょっと、何本つって、じゃあ15本、そのまま、はい、じゃあ待っといて、みたいな。で、焼いてで15本準備して、渡される。だいたい待ち時間としたら10分15分ぐらい待って、もうすごい、もう人が活気づいてるお店だったんで、持って帰って、開示ですよ。家帰って。うめえなーみたいな。ビールは当時は飲めなかったんで、まだね、学生だったんで、ここから飲みながら、うめえ、やっぱ中国最高だよみたいな。それをね、日課としてたんですよ。その羊肉串屋さんで買って、よく家に持って帰って食べてたっていう話なんだけど、その串屋がある日、僕が行ったら潰れてたんですよ。なんでみたいな。どうしたのみたいな。そのお店のシャッターが閉まってて、で、張り紙がいっぱいされてて、もう本当にハンマーバキの家みたいな。もうバッテンみたいな、この嘘つきみたいな。ピエンルンとか、ピエルンテーとか、ジャーテーとかもいろいろ書かれてるわけですよ。もう嘘つきみたいな。どうしたよみたいな。どういうことみたいな。なんで嘘つきみたいな。俺めっちゃ食べてたし、みたいな。嘘つきっていうか美味しかったし、みたいな。で、よーく読んでみたら、この羊肉のお店、この串屋さんが実は羊肉を使ってなかったみたいな。みたいな。嘘みたいな。羊肉使ってないじゃん。何の肉使ってるのみたいな。どうやらネズミの肉を使ってるみたいな。んなバカな、みたいな。ネズミみたいな。ちょっと待って、俺フリーズよだから。ネズミみたいな。まだネズミだ、嫌だけど。ネズミだったらまだ許せるよ、ギリ。いろいろ調べたら、そういうドブネズミとか、そういうそこら辺にいるネズミを殺すやつ、殺ネズミ剤っていうの、なんていうのこれ。捕らえたやつ。そういうチューチューネズミを捕らえたやつを使ってたみたいな。いやー、それ聞いたときに、だってそう考えたらさ、日課だよ。俺日課でめっちゃ食べてたんだよ。うめえ怪獣うめえよこれみたいな。これだよやってめらんねえよみたいな。あんな羊肉15本とか食べてたから、あれが全部ネズミの肉って聞いたらね、俺一体何匹食ったんだよって話よね、ネズミを。なぜネズミの肉って分からなかったかって、分からないよ。それ誰でも。絶対無理って。そもそも羊肉自体食べてなかったから、こういう味なんだろうなと思っちゃってて。衝撃的すぎて。もうやべえだろ、この国みたいな。中国何でもありだったんで。で、そのね、友人にこの話をして、友人って中国の友人にね、ネズミ肉だったんだよ、みたいな。もうやばいよ、みたいな言ったら、ネズミ肉は普通に食べるよ、みたいな。普通だけど、みたいな。普通にネズミ肉は食べるけど、みたいな。いやいや、そこじゃないから、みたいな。根本的な、俺が怒ってるというか、そこじゃない。羊肉で売ってて、それがネズミ肉だったっていう、そこに対して怒りがある。羊肉を使ってないんだから。そういう答えを求めてなかった。いろいろあったんだよ、本当に。もう、聞いてたらもう、こんなことあるっていうぐらいいろいろあったんですよ。I've been all around the globe trying to protect your soul.